ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。バス疲れた。1週間乗るのは初めて。もう体やばいよ。そりゃそうだろお前。体ガチガチだろお前。大臀筋、広背筋、大胸筋、ハムストリングス。うわー、びっくりした。大きな筋肉から伸ばした方がいいぞ。びっくりしたよ。それね、立田が言ってたよ。立てたとお前誰だよそれ。大丈夫。説明すると長くなるから。それよりこの辺どうなのよ。いやお前めちゃくちゃいいぞお前、お前ちょっと街の方に行ったんだけどよ、ドラマホットスポットのロケ地になった喫茶店モンブランとか言わされてるね。富士山に向かって続いてる平成通りとか川口湖越しの富士山、最高だぞお前。そりゃいいね。ライブじゃあ見たら行ってみようか。それにしてもね、まさかスパイアのチケット取ってくれたんだよね。本当ありがとう。楽しみだよ。スパイアお前、いや俺が取ったのはお前座って演奏するスパイアのコピー版スパイチェアのチケットだぞ。はぁ？じゃあそれディスじゃないの？もう全然違えよお前。地元のお前大学生が近所のライブハウスでやってるイベントだよ。その名もライブハウスかよ。ジャストライクイスだって。ウケるよな。いやウケないよ。いろんなお前コピー版出るらしいよお前。もうちょっと気性が荒れブルーエンカウントのコピー版すぐ喧嘩売るととか出るらしいぞお前。ちょっと見たくなるねそれ。いや悔しいわ。でもジャストライクイスか。ディスじゃないのね。もうジャストライクイスだよ。俺の気持ちは晴れないよ。今日はじゃあもうその気持ちをじゃあね、ジャストライクディスに行けない悔しさを掛け声でなんとかしてよ。しょうがねえなお前この掛け声分かったら、すげえなってなるぞ。ほんと。今日の掛け声はこれだ。あいあうおおいあんいうおうい。あいあうおおいあんいうおうい。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。大学のコピー版おすぐ酒飲むスパイアマサラカスパイアマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイアマサラカスパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。ちょっと期待した俺がバカだったよ大学のコピー版までは合ってる。見るの好き。いやすぐ酒飲むじゃないの全然文字数も合ってないし母音も合ってないです。残念です。ということで、はいよ、今日と明日がジャストライクディス2025です。はい。いやーデイワン終わりましたね。お疲れ様でした。ね、終わりました。いやーよかった。よかったね。すごくよかった。ちなみに明日もあります。明日はアニソンデーというね。そうですね。で、質問も書いてますよ。ステラシアターに下見とか行ったんですか？で僕は見たことある。外から中はちょっとないですね。外観をね。そう、外観は見たことある。俺はもう何も見たことないな。そうでもなんか結構ね良さそうなところでやりたいねっていう話はしてたんだよ昔から結構。そうそう良さそうっすよ。まあ収録日段階ではまあね、行ってないの。まあ全くね。まあ楽しみだね。ちょっと楽しかったね。楽しかったよ。まだまだデイ2も残ってるね。そうだね。この1日目ね、瀬戸りを組むのがね大変だったね。全部登場感がありすぎて大変。そうだから、よくよく見てたら、全部1曲目にやってんだよ。そうなんだよね。それを1曲目の曲を何曲もやれて、そう登場感ありすぎんだよねどうするこれっていうね。ということで
感想も来てます。はいはい、ありがとうございます。ラジオネーム中志さん、ありがとうございます。ジャストライクディス2025初日お疲れ様ではい、した、ありがとうございます。秋めいて気温が下がりつつある川口湖ですが、ライブが始まれば体感真夏でした。ありがとうございます。ヒストリーオブジャストライクディスをテーマに添えた Day1、うん過去の JLT テーマソングに加え JLT らしい演出の数々、過去10年の JLT をなぞるように快晴に始まり、雨が降り始めたかと思うとイヤモニが壊れるやめてくれ。そして最後にはまた快晴。昨年に続きケンタさんのポケットマネーでの点検室ありがとうございました、歴史を振り返りつつ新たなステージを見せてくれた Day1 最高でした。明日の Day2 もとても楽しみです。いや、ありがとうございます。いや、妄想でなかなかいいところまで行きますね。ね、イヤモニは壊れてほしくないな。壊れてほしくないね。まあただまあ今回もポケットマネーでやるんで。でさ、台風来てるで今ね、現時点ね。でも大丈夫そうですけどね。大丈夫だった。3個目が直撃の可能性あったけど、台風はポケットマネーでいけるの？台風はね、ちょっとね、億単位でかかっちゃうからね、難しいんだよね。そういうこと？そう、難しいんですよ。雨ぐらいだったらねははははは、数百万でいけるんですけど。まだまだ来ておりますよ。はい。ラジオネームいくみさん、ありがとうございます。洋介さん、健坂さん、ケンさん、こんにちは。健坂さん誰？ね、健坂さん誰？いよいよいいやよいよジャストライクディスですね。はいまだ消化してない夏休みをここに当て、おお、全泊プラス後泊します。すごい。木曜に長野に入りして、天気が良ければ何これ、洗浄式カール、洗浄式カール。洗浄ね、これなんだろうね、何にまあ行くらしい。で翌日山梨、はいでジャストライクディス2で行って月曜にゆったり帰ります。うん、旦那と行き洗浄式ね、大丈夫ですよ。はい、旦那と行きますが休みを取ってくれたのでプチ旅行です。いいですね。準備やリハーサル大変かと思いますが、くれぐれも病気怪我には気をつけてください。ケントさんは腰に気をつけて。はい、いや気をつけます。いやね、腰は俺がやばいかも。なんで？今ちょうど引っ越ししてんだよダメだね。ね。ダメです。ダメです。でも引っ越しの時は俺もまあ引っ越しした時結構いろんなもん運んだけど、去年の JLT ケンタがちょうど引っ越しちゃったよね。そうなんだけどね、引っ越しは基本大丈夫。あ、そう。いろんな動きをするだけで、まあ腰にたまるんだけど、ちゃんとストレッチして、それこそ大好きなサウナ行って、ちゃんとほぐしてれば大丈夫。俺の場合は納車して、無理なひねった体勢で6時間とか作業してたからダメだっただけで、長時間の同じ体勢でなおかつ腰に負荷がかかった状態がダメって。ダメ。いや大丈夫ですね。大丈夫ですね。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Bring the Beat Back でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の出席ポテト。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らはあんたの話しようってことを言いますね。友達から聞いた恥ずかしい話をしててください。ラジオネーム水平リーベイ。何もなかったように行くじゃん。びっくりした。もう勘弁してくれよ。いや普通に言えばいいんだよ。ラジオネーム水平リーベイ、僕のすねさん。はい、ありがとうございます。よすけくん、けんたさん、こんばんは。こんばんは。私の友達が居酒屋でバイトをしていた時の話です。はい。友達がバイトしていた居酒屋は食材はもちろん食器にもこだわっているお店で、それは人気な大繁盛店でした。いいですね。ある日いつものようにホールで働いていた時、年に数回しか出ない豪華刺身盛りの注文が入りました。豪華刺身盛りは言葉の通り本当に豪華で、厨房も魂を込めて美しく盛り付け、お皿もそれ専用の豪華で大きなお皿になるのです。友達はあれは絶対運びたくないと敬遠していたのですが、厨房からこれ持ってっての呼び出し、仕方なく持っていくことに、慎重に運び、注文のあった宅に到着、お座敷を上がろうとした瞬間、グシャン、うわひっくり返しました。友達は顔面蒼白であわあわ、その様子を見て心配してくれたお客さんは、このくらいひっくり返した方が美味しいのよと激渋フォロー。いや渋いねそれは。
その後店長に報告し、お客さんと話し合いの末、豪華刺身盛りは半額での提供となりました、もう二度と刺身盛りは運びたくないですねと友達が言っていました。これしんどいね結構ね。引きずるね。引きずるわこれはね。しかもさ多分お皿も専用で厨房もそんだけ時間かけてやるってことは結構な値段だと思うんだよね。値段だしもうねでかいんだろうね。船盛りみたいなことでしょ。多分そうだと思う。いやこれは要まあねでも店長とお客さんが相当優しかったねこれは。優しい。とってもなんかこうだから素敵な話だよ。だから大繁盛してんだよ。いやそうだと思う、ね、本当に、お客さんも上品で店長も上品なんだろうな。とってもいいお店なんだ。お座敷だからあれか多分襖開けて、そういうことなんだろうな。英語ぜひちょっと行ってみたくなったわね。なんかまだあるのであればなんてねお店か教えてください、ね、行ってみたいです、もう一軒行きますか。はい行ってみましょう。ラジオネーム原木たぬきさん。陽介くん、ケントさんこんばんは、今回ジャストライクディスに初参戦とても楽しみですと、さて友達から聞いた話です。ある会社に中途入社して間もない頃のこと、事務業務をしていた友達は自分のデスクでお客さんからの1本の電話に出ました、10人ほどの部署で先輩上司全員が電話対応を聞ける静かな環境です。電話口の方の希望は結論から言うと会社として受付できないものでお断りするしかない内容でした、しかし訴えかけるお客さんに対して無慈悲に電話を切ることはできません、まずはお話をしっかり聞いて丁寧な対応をする必要があります、困った様子で事情を語るお客さんにそうなんですねと寄り添いながら相槌を打ちます、なかなかに長いお話を聞くこと数分、真面目に相槌を打ち続けていた彼女はとうとう口が回らなくなってしまったのでしょう。という途中で突然イエーと返してしまいました静寂なオフィス、何事もなかったかのように悲壮感あふれる、声色で訴え続けるお客さん突然外国人になった自分に対して一人必死に笑いをこらえ、震えた声で返事をする私ではなく友人、ヒヤヒヤしながらもなんとか、話を終えることができたようですが新人ながら少しばかり恥ずかしかったようです言い間違いは怖いですね。いや面白い。これ面白い。これ面白い、ね。いやでもねわかる。これは俺ももともとコールセンターでやっててクレーム対応だったんですよ。なかなかに長いお時間数分は短いです、ね、そういう系のね、僕3時間とかやってたんでクレーム対応でこれめっちゃわかるの。はいとかとか言ってるともうなんていうのなんかゲシュタルトそうしてくるんだよね言葉が、申し訳ありませんとか申し訳ありませんもめちゃくちゃ難しい言葉みたいになってくるからイエーってわかるわめっちゃわかると思って出るこれは出るずっとね相槌打ってると、いやでもさほらコールセンター、大きいコールセンターとかさ、ほらはみんな話してるけどそうだねだからさ聞かれるわけはないじゃんでもこの場合さこの原木たぬきさんの友達さはさ10人しかいない部署でさこれで全員聞こえてたと思うよイエーねイエーあいつイエーって言ったわあいつイエーって言ったわそれをでもね指摘しなかったのはね優しさだよ。いやいい会社にねいい会社中途入社したね。いや素敵面白いわこれ。いやいいね平和だね。なんかお疲れ様でしたってこう素直に言えるこれは。いや本当に頑張ってください。頑張ってください。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らはあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ皆さん友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。どしどしお待ちしてます、それでは今日はラジオネーム原木たぬきさんの友達の話からこちらを選曲しました、キッスで Say Yeah スパイエアのバサラカ。お送りした曲はキッスで Say Yeah でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩み届いております。ラジオネームねぎさん、ありがとうございます。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。私は長い時間をかけて何かに取り組むことがとても怖いと感じてしまいます。学生の頃は期末テストまでにいくつかの中間テストがあり、その結果から自分の努力の方向性が正しいかどうかを知ることができました、
途中で結果が見えることで安心感を得て、それに基づいて調整することもできました、ところが社会人になってからは最終的な成果を出すまで結果がどうなるのかわからないことが多いです。時間をかけても成果が出なかったらどうしようという不安が強くて、なかなか始められないのです、そんな臆病の私に何かアドバイスをいただけたら幸いです。これでもさ、なんか現代病な気がするわ。結果主義、いやじゃなくて不安主義、っていうよりも短すぎ。それなんていうの、一個の物事に対して成果が出るまでの時間を短く取りすぎ、確かに。だって社会に出てからさ、長い時間をかけて何かに取り組むって聞いた時に、それはどのぐらいの時間ですかって言われると、多分これ年代で差があると思うの、俺とかだと1個のプロジェクトね、で結果が出るまでになんかどのぐらいかかると思いますかって聞かれたら最低1年ってなる。まあまあ、ね、だ1個のプロジェクトを全員で1年かけてやって、そこでいい結果が出るのか、ダメになるのかは分かんないよね、でもさ、多分この人ってさテストのたびにってことでしょ。だからあれなんだと思うよ。まあ長期的に見た方がいい、そして失敗は成果が出なくても、それはトータルで見た時の成果になるじゃん。まあね、まあいやそうそう、いやそれはそうだと思う。本当にね、例えばじゃあ、何かの役職に就く人って、トントン拍子で言ってる人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあほぼいないよね。ほぼいないんだよ。ほぼいない。失敗して、その失敗を覆すぐらいの成果を最終的に出すわけじゃん、そうね。でその大きい成果って、その失敗を経ての成果じゃん。そうね。失敗からどう巻き返したかとか、そういうのがさ、まあ大事だね。大事になってくるから、目先の結果じゃなくて、なんかトータルで見た時に、それがまあ今は成果が上がってなかったとしても、結果的にはそれは成果が上がるってことになると思うの、何の職業でも絶対そうじゃん。そうね、それはそう。俺だって、だからまあいろんなさミュージシャンもさ、泥水をすすったインディーズ時代があるわけですよ、トントン拍子でまあ行った人もいるかもしれないけど、あの時に俺は何の成果も残してなかったけど、それが結果としていろんな技術だったり、バンドに対する思いだったり、音楽に対する思いっていうのが、たまたまスパイアのオーディションっていうのがあって、でたまたま3人の目に留まって、たまたまここにいるわけじゃん、いやそういうことだと思うのよ。まあそうね。いやだからそうだね。そう長い時間をかけて何かに取り組むの怖い。それは怖いよ、みんな怖いよね。それはね、失敗したら、無駄だったなって思うかもしれないけど、ゼロではないから。そうゼロではない。それはそう、本当にプラス何かにはなってるからね。1にはなってる、そうね。そう何かしらの成果が残るわけだから、絶対その気持ちでやった方がいいと思うんだよね、だからなんか失敗してもいいっていう気持ちになれるとね、いいよね。まあでも無理か。失敗してもいいなんつってこうね、陽介も多分ステージには上がらなかっただろうし、で俺らも上がってないし、だからまあその成功するぞっていう頑張った結果失敗ならいいと思うんだよ、正直。成功へ向けての失敗はいいけど、成功失敗をそう前提に置いちゃダメ。前提に置いちゃダメ、そうだからまあ全員多分ね臆病ですよ、やっぱり何かに取り組むっていうのは怖いことだから、それをこうどうね自分の心に押し込めて、それを最後までやりきるかっていう話だと思うから、なんか長い時間で見て、人生って結局なんかそういうさ、まあ言うなればゲームみたいなもんじゃん、そのゲームで最終的にボスを倒すためにレベル何人までなっとかいけないっていう、でそのレベル上げだと思えば全然なんかね億劫にもならないし、不安もねあるけど、その不安を抱えること自体が人として成長するってことだと思うから、まあそれはそうっすね、だからそこまでねなんか怖いって思うけど、その怖いって思う気持ちも大事だから、それはそれでいいと思うから、とりあえずね始めることだよね。いやそれはね間違いなくそう、だから全然それでいいと思うな。とりあえずやってみる、そうだって今計算してみたらさ、人間が20年頑張るとするじゃん、何時間だと思う？20年17万2800時間だって。そのうちのさ1年、無駄にはなんないけど失敗したところでさ、ビビたるもんですよ。で宇宙単位で考えれば、まだ地球なんてビビたるもんですよ。だ
からそんな失敗を恐れるな。恐れないで頑張ってください。ゴリゴリ頑張っていけ。ということで続いて、ラジオネームあきんちょさん。はい。こんにちは、お久しぶりです。高校2年生になったあきんちょです。以前は文化祭のレモンケーキやバレンタインのご相談を、させてもらいました、その説はありがとうございました。彼氏はまだできてません。どうしようもないかもしれませんが一つ相談させてください。どうしようもないからどうすれば全方向に注意を向けられますか？今日私は学校の廊下で死んでいるじいさんに、じいさん、おじいさんのことじゃないですアルファベットの G アルファベットの G さん死んでたらやばいよ事件だよ。アルファベットの G さん、ゴキさんですね。ゴキさんね、はい、に気づけず5ミリくらい踏んでフロアに綺麗な悲鳴を轟かせてしまいました。一番心へのダメージが大きかったのは、踏んだ時の靴が新品の激革コンバースだったことです。他にもいろんな壁や、物に体をぶつけていつも情けない声を出してしまいます。どうすれば全方向無敵ギャルになれますか？ご教授お願いします。いや俺なんかドジギャルもいいじゃん。まあでも本人はいいとは思ってないっすよ、まあやっぱり、で俺これもね明確にある。ほんと。多分一番は車乗ることなのよ。これまず1個、でも乗れないからまだ。まあ来年だよね。そう、来年高校2年生だと自転車に乗ってる時に、全部危険予測する。確かに。なんていうの、自分はバイクに乗ってる、もしくはもう車に乗ってるぐらいの気持ちで、全方位に対して、危険予測を全部していく。確かに。もしかしたらここから子供飛び出してくるかもとか、あの人もしかして急にこっち来ないとか、思いながらチャリを運転する。確かにそれ大事だね。これねやってない人めちゃくちゃ多い。そうで、もうイヤホンつけて、今はもうダメですよ、本当はやっちゃ、でイヤホンつけてこう後ろの音も聞かずに、車の前にバッて飛び出してきたりする自転車もいるし、そういうことをしない、極力もう危険予測ずっと、これするとねめちゃくちゃアンテナ敏感になるんで。わかる。だからさ、わかるよね。車乗ってる人の自転車の運転の仕方と、そうわかる、めっちゃわかる。そう、この人持ってないなって思うもんね、やっぱり。思う、それめっちゃ思う。だからすごいね、そういうなんかこうで一番はやっぱりね車運転することなの。いやまあ確かにね、まあでもまあいきなりはね危ないから、やっぱ自転車で車のね免許を取るのであれば、その横練習だと思って、自転車乗って。自転車原付車じゃない？まあでもね、俺ねそこもね難しいんだけど、俺本来は、俺自分バイク取って思ったんだけど、本来は多分自転車車バイクなの。そう。自転車バイクっていくと、で俺も自転車原付車のタイプだから、なんか別にそれでもいいんだけど、でもバイク中面を取って思ったのは、自転車車バイクってやると、バイク側で分かるのよ。やっぱ車で視界になるところとか、ここが危ないなって分かるの。でもバイクを先に取っちゃうと車の目線って分かんないから、たまにいるよね、スル抜けて危ないの。だからバイク主体の目線になっちゃうから。なるほどね。そう、本当は多分ね自転車、車バイク二輪、確かにその順番が多分一番安全かなとは思う。それかな、危機察知能力というか、危険予測能力。あとはまあもういろんなところを見て予測することだよね。そうね、視野をだから目の向いてる方向だけじゃなくて。確かに。そういろんなところ、何か気になった時に、そこに向かって一点集中で向かっていくじゃなくて、そう周りを見ながら、確かにそれも車あったらそうだね。それね身につくのよ。車って絶対できないから、それが一個に集中して運転ってできないから、やっぱいろんなところに意識を張り巡らせる練習、これはもうね絶対そうもう分かる。歩いてても自転車乗ってても、その車運転してる人としてない人の違いってすごい大きい。いやそうだね。まずなんかそういう交通から始めることだね。交通はもう本当にね命に関わるから、自分の人もそうだけど、そういう危機感を持って運転するね、がいいと思います。そしてコンバースはちょっと汚れてるぐらいかっこいいですよ。いやでもじいさんおじいちゃんじゃなくてゴキさんのは嫌だね、すごいね。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、キーワードを送ってみてください。たくさんお待ちしてます。スパイアのバサラカ。
お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024よりレイジオブダストです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、はいお悩みなんか最近いいわ、先週は良くなかったけど洋介何言ってるかさっぱり分からなかったからいやもうそ今れ日は良かった今日は良かったまあそれもこれもあれですよ、デイ1のはいあれから解放されたから、やっぱねまあいやいやデイ2がありますからね。そうでしたね解放されませんよ、危ないねまだまだ緊張感を持ったまま行きましょう。まあね、はいそんなこんなでいよいよ明日デイ2です。はいもうデイ2の方がカロリーは重いよ。重いね。うん確かにこれは、アニメソングってね、うんメインディッシュだらけだからそう結局ずーっとメイとねンディッシュ。そうなんだろうあれね、ハンバーグ出てきた次に急にステーキ出てきて、その後もうお腹いっぱいだなと思ったらカツ丼出てきてみたいなこので締めのカレーライスみたいうな。そそうもういいですみたいになってくるやつね。まあでもうんね、多分もう二度とやんないだろうからこういうのは。これなかなかいやわかんないよわかんないから。これめちゃくちゃ反響あったらもう一丁言っとくかってなるからね。いやいややっぱまあこれはねまあでもまあ言っときゃやらないだろうから。うんそうね年一のイベントとしてはねぜひとてもいいから明日皆さん川口湖ステラシアターでお待ちしております。はいお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組には皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信しますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、はいということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介と、ドラムの健太でした。それではまた来週。